皆さんこんにちは。年の瀬に長らく使っていた iMac がぶっ壊れてしまい、バックアップのノートパソコンで今回の動画収録しておりますけれども、音質のほどいかがでしょうか。パソコン関係なく普段の動画から聞き取りづらいよとお叱りを受けそうですけれども、ご容赦いただければと思います。ということで今回の動画テーマについて、相場でも年の瀬、相次ぐ不祥事がいろいろな企業で露見していますが、その中で何といっても目立つのはトヨタ系列のダイハツ、そしてデンソーによるホンダ車のリコールですね。この年末にいろんなところでトヨタ系列の企業のネガティブなニュースが出る前は傾向としていい取り組みというのをいくつか行っていたわけですけれども、そういったのもすべてですね、株主相手に今回今足元で起きている不祥事を事前に取り繕うための施策だったのか、そもそも世の中で一般的にいいと言われていることが本当に本質的にいいのかどうか、実は多くの人が気づいていない危険性をはらんでいるのではないか、トヨタ系列の銘柄が事前策と思ってやっていることが日本株上落のトリガーにならないか、そういった観点でご覧いただければと思います。よろしければぜひ今回も最後までお付き合いください。足元で起きているトヨタ系列の企業による不祥事、あるいはリコール問題というのは、すでに皆さんニュースでご存知だと思いますが、どのような事前策を今足元で力入れているのか、これに関しては前回の動画でも少し触れましたが、まず一つ目、東証からの圧力ですね。PBR1 倍割れの銘柄、これを改善しろ。これ本質的には ROE を伸ばせと言っているものですけれども、これが去年の年末あたりからちょうど1年ぐらいですね、急激に圧力を強めてきた。一方で、企業は常に株主からも当然利益を上げることに対する圧力にさらされているわけですね。その一つとして、当チャンネルあまり ESG には賛同していないタイプですけれども、その中の G、ガバナンスというところで、企業統治、組織の体制や取締役の構成など、健全なものにしていって、株主は当然それぞれの銘柄に資金をつぎ込んでいるわけですから、株主の資本、これを増やしていかなければいけない。そういった命題が各銘柄には存在するわけです。そういった中で端的に行える施策として自社株買いや前回の動画で取り上げた MBO、そしてもう一つ長期的な目線で日本企業に特有の政策保有株、これを解消しろというのが東証あるいは主要株主の中でも主に海外の機関投資家からは強く叫ばれてきました。政策保有株というのはとある企業と企業お互いにそれぞれの銘柄を持ち合うことで強力なタッグを組む。悪い言い方をすればなあなあな関係で互いの主要株主になることで他の株主を黙らせるという効力もあります。ただでさえ日本企業の特徴として内部留保が大きいというのが経営における最適資本構成に背いている。内部留保というのはお金を持っているだけでは何も生み出しませんので、当然投資の世界では割り引かれて価値を評価される。つまり同じ1円でも内部留保の1円というのは実質的には 0.8 円あるいはもっとよろしくない企業であれば 0.5 円とそのような評価を下されるわけです。そうすると当然 PBR も低くなりますし、株主資本コストにも満たない、投資に見合ったリターンを還元できない企業という烙印をされてしまうわけです。最近は短絡的に自社株買いをする銘柄が非常に多くなっていますが、そもそも内部留保、現金に関してはそのように使うことができます。それ以前に昔からなあなあな関係で持っている他社の株券、政策保有株ですね。これに関してはもはや現金ですらない。ある意味、各企業が投資をしているという面では、現金で持っているよりもマシなのかもしれませんが、この政策保有株持っていても自社の成長には当然つながらない。だったら現金化してその資産を有効な経営資源に使えよというのが最近の一般的に良いとされる風潮です。そしてこの施策に非常に力を入れてきたのが日本最大のトヨタグループ、子会社を含め多くの銘柄を政策保有株として持っていますが、その中で特に大きなものの一つ、デンソー。この株を政策保有株解消するということで先月ニュースになりました。しかしご承知の通り、デンソーはホンダに納入している燃料ポンプで問題が生じた大規模なリコールに至っているわけですけれども、この問題に先んじて政策保有株解消、ガバナンスの強化をしていますよと見せかけの施策を取ってきたのではないか。あるいはもっと大きな問題になっているダイハツの不祥事。
立て続けにこのような悪いニュースが出る少し前に株主にアピールしておこうというのは考えられなくもないシナリオです。さらに他の観点として東証の口やかましい一つにネガサ株1株当たり5000円を超える株価の銘柄は分割して5000円を下回る、つまり単元株100株ですので50万円以下で投資できるようにしろと。そんな口うるさいこと言ってますけれども、それにも従順に従っているのがトヨタグループですね。例えばデンソー、半年間の株価推移ご覧いただきますと、ちょうど真ん中9月までは順調に上がってきていたんですけれども、9月末を基準として株式を4分割。そこから株価は下落基調に転じています。さらに11月少し持ち直したところで、為替のドル安円高転換による影響もありますが、今度はトヨタが持っているデンソー株、政策保有株をマーケットに放出するといったニュース、そして今回のリコール問題ですね。こういったところで1ヶ月以上下落基調が続いています。一方で親会社のトヨタ自動車株価ご覧いただきますと、先に直近のところからご覧いただきますと、このあたり、デンソー株、政策保有株を売却するニュースが出たところで上昇していますが、当然トヨタ自動車はデンソー株で莫大な利益を上げていますので、政策保有株を持っている側からしたらいいニュースということで売却益を見込んで上昇するわけです。しかしそこで持ち上がったところで大きな不祥事が立て続けに起きる。シナリオとして何かうまくできているなと感じるのはカモラレだけでしょうか。さらに左側、線グラフの中でプロットされている1897円4月3日になっているところですけれども、ここで何があったかというと、社長が交代したわけですね。あまり不祥事が露見する直前のところで社長交代してしまうと、それはさすがにこれ見よがしにバッシングを浴びてしまいますので、普通に考えればグループ会社でいろいろな問題が起きていることを把握していながらも、それが世間に露呈する前に功労者の社長は変えておこうと。それも一理あるかもしれません。また、子会社の中でデンソーに並ぶ規模を持つトヨタ自動食器。ここは後ほどのデータご覧いただきますけれども、政策保有株絡みでかなり持ちつつ持たれつつという形になっていますので、今回のテーマですね、トヨタ系列による一般的にいいことと言われる政策保有株の解消がデンソーの次にターゲットになると目されている銘柄です。具体的にはこの後ご紹介していきたいと思います。さてまずはどのような政策保有株の解消が第一弾として予定されているか、日経新聞の記事を抜粋しますと、持たれている側、デンソー株ですね。これを売却するのはトヨタ自動車、トヨタ自動食器、愛信です。金額としては7000億円規模とかなりの大きさですね。一銘柄デンソー株だけで7000億の売り需要になってしまうという形。当然デンソー株は一時的にかなりの売り圧力にさらされます。そして保有割合ご覧いただきますと、トヨタで見ていくわけですが、現時点で 24% 保有しているんですけれども、これを 20% まで落とすと、トヨタが持っているデンソー株のうちだいたい 15% を売るという形ですね。こんだけの規模やっても、まだ 85% 手元に残る。完全に政策保有株を解消しようと思ったらどんだけ期間がかかるんやと気が遠くなってしまいますが、さすがに放出するだけでは売り圧力に全てさらされてしまいますので、一部デンソーが自社株買いをすると、こういった施策を取ってきました。なぜ急に政策保有株について売却を行ってきたかと言いますと、トヨタが公表している決算資料の中で23年3月期のところから27年3月期に至るまで約5年かけてですね、政策保有株の割合を半分ぐらいまで減らしたいと思っている。そしてその売却によって出た資金をどのように使うかと言いますと、M&A による仲間づくり、あるいは有事の備えと、そしてトヨタ自動車が持っている政策保有株一覧で主要8社ご覧いただきますと、最も大きいのはデンソーの1兆6400億円。そしてその次に大きいのがトヨタ自動食器の9400億円です。ですので第一弾としてデンソーが売られた。次にターゲットになりそうなのは持たれている側としてのトヨタ自動食器です。その次に大きな金額になっているのは一番下のトヨタ通商6300億円ですね。このあたり時点の候補になってきます。そして保有比率、各銘柄の何%をトヨタが持っているか、デンソーや愛信、トヨタ自動食器というのは、それぞれの銘柄の 25% 弱。この比率というのは当然持たれている側の銘柄にとって見ていきたい指標。逆に時価何億円何兆円持っているかというのは、
持っている側の気にするところ、つまりこの表ですとトヨタ自動車が持っている金額の大きな銘柄ですね。ここから解消していきたいと思うのは自然なことです。ということでここからデータをご紹介していきたいんですけれども、まずご覧いただきたいのは持っている側がどれくらいの金額なのか、100万円単位、そして縦横には同じ銘柄が並んでいます。どのようにご覧いただくかと言いますと、縦軸は持っている側の銘柄、そして横軸には持たれている側の銘柄が並んでいる。つまり、斜め線が入っているところは自社なのでデータが入らないということですね。例えば左上のところ、9334億円。これは何を示しているかと言いますと、トヨタ自動車が持っているトヨタ自動食器の株です。9334億円。これが政策保有株としてトヨタ自動車の中にあるということです。そして一番右側のところに比率が載っていますけれども、この比率何を示しているかと言いますと、それぞれ縦軸に並んでいる銘柄が自社の時価総額に対して政策保有株をいくら分持っているか、この比率を表したものになっています。例えばですけれども、上から2番目 115% となっている。このデータはトヨタ自動食器が自社の時価総額の 115% 分の政策保有株を持っているということですね。つまりトヨタ自動食器株の時価総額よりも大きい政策保有株を持っているんですけれども、これは何をあまりに持ちすぎだろうと。どこの株をトヨタ自動食器はそんなに持っているんだというので、左側見ていきますと、一番左のところ、トヨタ自動車の株をトヨタ自動車の株を3兆円以上持っているんですね。これが原因でとてつもない比率になっているわけですね。その他の銘柄でご覧いただきますと、せいぜい 10% から 20% というところで大きいのですと、デンソーが 24%、政策保有株を持っていると。どの銘柄かと言いますと、左側、トヨタ自動車とトヨタ自動食器の株をデンソーが持っているのが大きい。これが理由ですね。ですので今回はデンソー株が持たれる側としてやり玉に上がりましたが、次トヨタ自動食器がターゲットになるとしたら、おそらくデンソーは持っている側として売る立場になるはずです。政策保有株を持っている間は持ちつ持たれつとお互いに協力関係ですが、解消していく場合は売りつ売られつとお互いにやり合わなければいけない。そんな関係性ですね。トヨタ自動食器 115% とんでもない数字だと申し上げましたが、せっかくお金を持っているのに人の株を買ってそのお金を経営資本として投下していないという意味では資本効率とてつもなく無駄遣いしているわけですので、一番右側の黄色のグラフが比率として大きく出ている銘柄は順次政策保有株の解消をどんどん進めて経営における資本効率を考えろという圧力にさらされるわけです。そして昨今の風潮ですと、この解消を行っていく銘柄というのがより交換されて株価が上昇しやすいというシナリオになるわけですね。それでは今度は同じ表なんですけれども、見方を変えて持たれている側の比率、縦方向に見ていきたいと思います。そうすると合計されているグラフというのはこの横向きに出ているわけですけれども、この比率というのはそれぞれの銘柄がどこに自分の株を握られているか、それを合計したものですね。持たれている側が気にするべきデータということになります。そうすると一番親玉のトヨタ自動車というのはグループ内でも 10% ちょっとしか握られていないのに対して、子会社たちは 30% 以上、中には 50% を超える株をグループ内で握られていると。ただ今回は政策保有株を解消していけという風潮ですので、売り圧力として自社の株がターゲットにされた時に比率が大きい銘柄は売り圧力のインパクトが大きくなりそうだと考えられるわけです。つまり 40% を超えているようなトヨタ合成、あるいはその2つ右、トヨタ紡織、そして最も高いのが日野自動車。グループ内で5割を超える比率ですけれども、そのほとんどがトヨタ自動車による保有ですね。金額としてはそこまで大きくなくても、解消が決まった時には大きなインパクトになりそうです。また東海理化電機もそれなりに大きな比率となっています。小型株であればあるほど、親玉のトヨタ自動車が放出してきた時に戦々恐々としなければいけないわけですね。ということでそれぞれの銘柄を当チャンネルで独自に分析している5項目の5段階評価でご覧いただきますと、時価総額大きなものをサイズ順に並べていますけれども、トヨタグループの銘柄ほとんどバリューの項目は C か D の評価。唯一割安と評価されているのはバリューが A 評価の
日野自動車のみです。先にご覧いただきました金額ベースでのデータ、政策保有株を持つ側として今後グループ会社の銘柄の放出が予想されるのは、親玉トヨタ自動車を除けばこの2銘柄、デンソーやトヨタ自動食器が依然として多くのグループ会社の株を持っており、売却が決定するたびにガバナンスの向上として株価が交換されそうな銘柄です。一方で持たれる側のデータとして比率でご覧いただきましたけれども、相対的にグループ会社の中でも他の銘柄より時価総額の小さいトヨタ紡織、トヨタ合成、日野自動車、東海理化電機、このあたりは額面としては大きくなくても放出された時にインパクトが大きくなりそうな銘柄たちですね。ただ逆にこれらの銘柄としては政策保有株の解消という観点からはいつ電装のように売り圧力になるか戦々恐々としなければいけませんが、もしかしたら別の観点としてこれまた口うるさい東証が言っている一つに親子上場の解消を進めろと、無意味にグループ会社の上場を何個も上げてくるなと、これに真っ向から逆らっているのが楽天グループですけれども、無意味な資本調達を子会社を使ってするなということで、そちらの観点からすればこれらの銘柄というのは TOB で親会社トヨタ自動車から買収がかかるかもしれない。もしそうなれば株主はかなりのプレミアムを得られるわけです。この4銘柄の中でも先ほど申し上げた割安になっている日野自動車、このあたりは他の銘柄よりも TOB をするという意味ではやりやすい銘柄かもしれません。当然割高になっている銘柄というのはトヨタ自動車が買収すると言っても買いづらい。皆さんが割高な銘柄買いたくないと思うのと同じように、トヨタ自動車も割高な時には買収したくないと思うわけですね。ということでここまで散々政策保有株の解消を進めるトヨタグループについて一般的にはいいことだというふうに表現してきましたけれども、それはみんながいいことだというから本当にいいのか、グループ企業の株を放出することが企業価値の向上につながるのかと、例えば今年1年のパフォーマンスご覧いただきたいわけですけれども、左側は政策保有株が多い銘柄、持つ側として他社の株をたくさん持っている企業たちですね。不動産や建設といった業種が多く見受けられます。一方で右側は政策保有株として多く持たれている側の銘柄です。KDDI はトヨタに持たれていますし、その他輸送機、自動車関連の銘柄が多く見受けられますね。この2つのグループでそれぞれ今年のパフォーマンス平均しますと、青線がトピックス、そしてオレンジの線が左側持つ側の銘柄ですね。そしてグレーの線が持たれる側の平均株価推移ですけれども、一目瞭然ですね。持っていようが持たれていようが株価平均はあんまり変わらないと。なんならどちらも大企業中心ですので、トピックスよりもはるかにパフォーマンスがいいと。当然持つ側としては政策保有株を売却することで利益が出ると。期待値として有利な立場にいるわけですけれども、逆に持たれている側の銘柄、これは当然いつ売り圧力にさらされるかわからない。そういったリスクをはらんでいながらも、今年1年、東証や株主の圧力が高まっている中でも、さほど気にされてこなかった。その一因として考えられるのは、政策保有株をお互いに持っている間というのは、冒頭少し触れましたが、安定株主を互いに務めているなあなあな関係にいるわけですが、政策保有株の解消が進むというのは、安定株主がいなくなって、株主の立場から意見が通しやすくなる。つまり株主の立場に立った経営をしてくれる期待値が高まるわけです。株主資本コストに配慮した経営を行うという方向に進んでくれると、そういったメリットが考えられているわけですね。さて、最後まとめですけれども、それは本当にメリットになるんでしょうか。不祥事に対する目線をそらさせるために、政策保有株をどんどんと東証あるいは株主の言う通りに解消を進めていきますよ、売却していきますよとやっていく、アピールをするのはいいんですけれども、安定株主がいなくなるというのは、ヘッジファンドあるいは外資系の投資家、アメリカやヨーロッパならまだしも、共産主義圏の金持ちが買い上げると、そのような可能性も出てくるわけですね。そして、物言う株主としてごちゃごちゃと赤い国に
利益になるように仕向けられる。そんな可能性も長い目で見れば考えられなくもないわけです。政策保有株を解消して安定株主を各銘柄から排除することが本当にいいことなんでしょうか？ ESG のガバナンスだから、そういった文面的なロジックにとらわれずに、本当にデータとして政策保有株を解消することでどれくらいの利益が上がりますよと計画できているんでしょうか？トヨタグループといえば日本市場の中でも最も大きな幅を利かせることのできる銘柄です。極論すれば投資というのは自分さえ儲かればいいんですけれども、先日お出ししたような中国関連のエクスポージャーが高い銘柄、そういったところに投資しない、または今回のような目先の風潮にとらわれない、本質的に企業成長ができる施策、そして赤い勢力に利用されない理にかなった長い目での経営というのを各企業には行ってほしいわけです。そして我々はそういった企業に喜んで投資をしていきたいというわけですね。校長先生みたいなだらだらと長いまとめになってしまいましたけれども、年末年始には毎年恒例の分析企画もの、2024年に投資したい銘柄を分析する企画というのをお出ししますので、そちらも見てみたいという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録していただいてお待ちいただけると幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。